不死身の72分の1スケール日本陸軍一式戦闘機はやぶさ1型の仮組みを行います。不死身の対戦機は久しぶりですね。しかもはやぶさですか。72分の1スケールでは長谷川の2型を取り上げた。今回は1型のキットとなります。大東亜戦争の前半に使われていた型式ね。そうそう、はやぶさ1型は48分の1スケールで日もを取り上げている。今回このキットを選んだのは、このキットも思い入れのあるキット。投稿者は日本陸軍機でははやぶさとはやてが好きなので、72分の1スケールでは両方とも長谷川から出てますね。出てるんだけどもトツモールドなんだよね。あ、そうですね。なので筋彫り練習用にって進めてましたよね。1993年頃かな。長谷川の毛書き針とテンプレートを使ってやってましたね。ホームセンターで買った一般工具の毛書き針も使っていたような。あんまりうまくいかず、ニードルでの線は太さがまちまちだったり、ラインエングレーバーに変えてからはマシになったけども、今は良い工具が選び放題ですけどね。そんな中に不死身がはやぶさを出すのね。そうそう、1994年だったと思います。ただ1型かよと思っていました。長谷川では2型を作ってましたからね。はやぶさは2型という刷り込みがあったのかな。長谷川と不死身のキメラも考えたこともあった。モールド掘り直すよりも近道と思ったのね。そんな感じで当時は何回か作ったキットでした。今は定番落ち状態なのかな。新品ではお目にかかれないキットになってしまいました。こちらはバリエーション展開もされたキットでしたけどね。デカールガエでバリエーション展開してました。1型だと大東亜戦争初期の仏印やビルマ、マレー半島で活躍した機体が多いのね。加藤はやぶさ戦闘隊の飛行第64戦隊や飛行第59戦隊、ビルマ方面の飛行第50戦隊などかな。飛行第1戦隊や飛行第11戦隊の機体もありますね。中華民国の旅客機まであったのね。今回は飛行第1戦隊のものです。このキットはとある駄菓子屋で売れ残っていたキット。午後15時から2時間しか営業しない駄菓子屋ね。近所の低学年のお子様しか来ない店なので、キャラクターキットの在庫も香ばしい売れ残り。スケールキットなんかほぼ売れず、たまにおじさんが買っていくのだとか。その一人ってわけね。先日訪れた際は長谷川の神殿が売れたって言ってましたね。ゴジラ -1 で話題となっていましたからね。おそらく25年以上在庫だったのでしょうね。本当は胴体側面に日の丸があるマーキングが良かったんだけども、新品で買えることもないので贅沢は言えませんよ。直近だとファインモールドがキット化していますが、アニメのマーキングでマガジンキットでの展開だった。荒野の寿飛行隊ね。こちらの一般販売はないのかな。モデルカス店さんで買えますよ。概要欄にリンク貼っておきます。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のはやぶさ1型なのだ。後ろを飛んでいるのは97式戦闘機ね。パッケージ通り飛行第1戦隊となる。三重の明けの飛行場周辺かしらね。では中身を開けていくのだ。グリーンのランナーが5枚。透明パーツが1枚。デカール。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは1種類。飛行第1戦隊のはやぶさ1型兵となる。部品点数は35点。72分の1の対戦機キットでは部品数は普通かしら。では不死身の72分の1スケール日本陸軍一式戦闘機はやぶさ1型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。その他にケーキパネルもあるのね。ケーキパネルは後ほど胴体に接着となります。デカールを貼り付けるタイプだけども、パーツにもモールドがあります。パイロットがついていませんね。不死身の対戦機はついてないことが多いですね。ある程度のディテールがあるので大丈夫かな。次はエンジンですね。エンジンは4パーツ構成で刃25を再現している。スピナーの一部が含まれてますね。軸受けとなっているのかな。次はプロペラかしら。プロペラは先ほどのスピナー後部を合わせて2パーツ。2枚プロペラとスピナー全部が一体となっている。なるほどね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とケーキパネル、エンジンを挟んで接着する。尾輪が一体となっているので注意が必要ですね。大抵作業中のどこかで折りますね。胴体を接着したらカウリング全部を取り付けるのね。
その他機重鋼や排気管なども取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる程よい太さと深さの大モールドです。シャープなモールドね。主翼は全部で3パーツ構成。ふむふむ。まず主翼下パーツに増装用の穴を開ける。ピンバイスでの穴開けね。穴が開いたならば主翼の貼り合わせとなる。左主翼にはクリアパーツを取り付けます。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。胴体同様でシャープな大モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもの通りね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択はできない。キャノピーの穴開け指示があるのね。照準スコープの取り付け用の穴です。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤとカバー、支脚の構成ね。次は尾輪ですね。尾輪は前述通り胴体と一体となっている。ここまで折らずに来ましたね。続いてアクセサリーなどの取り付け。左右主翼下に増装が2個取り付けられるのね。増装は上下分割ね。その他にもピトー管とアンテナを取り付ける。最後に総評なのだ。今回は富士見の72分の1スケール日本陸軍一式戦闘機はやぶさ1型の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？30年前のキットですがパーツ数も多くなくすぐに形となった。なるほど。モールドもシャープな大モールド。ある程度の深さもあるので合わせ目で消えた部分の処理で済みそう。逆に気になる部分はありましたか？透明パーツへの穴開け作業が緊張するかな。ここは穴が開いているパーツがあってもよかったかも。初心者泣かせの作業ですね。このキットはファインモールド版が出るまでは決定版だったのかな。国内でははやぶさ1型のキット自体これしかなかったんだけど冷戦に次ぐ生産数を誇る戦闘機なのにね。ファインモールド版は雑誌付録だからこそできたスーパーキット。それと比べるのは無理があるかな。透明パーツの枠も別パーツ。胴体の合わせ目もできない構造。72分の1とは思えないリベット表現。さすがにかなわないですが値段とマーキングの種類でまだまだ存在感のあるキットだと思いました。でも定番落ち状態ですけどね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。